人の数だけ考えがあります。どうも皆さん、さあたります。のんたボードゲームチャンネルです。今回はですね、ボードゲーム都市伝説をお送りいたします。今回はですね、ツイッターでとある紹介記事がありましたので、そちらを参考にしていきながら、今回はですね、こんな人も世の中いるんだなっていうことをですね、皆さんと共有していければなっていうふうに思っております。皆さんもこんな人に出会ったことは実際にあるでしょうか。この動画をご視聴していただいた後には、こんな人も世の中いるんだなと、自分は気をつけようっていうふうにですね、そうやってお互いに思っていければ幸いです。それではですね、今回も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは始めましょう。のんたボードゲームチャンネルスタートです。それではですね、今回はボードゲーム都市伝説をお送りいたします。今回はですね、雰囲気をちょっと変えさせていただきます。それでは早速始めさせていただきます。今回の都市伝説のテーマは、困ったボードゲーマー4選。こののんたボードゲームチャンネルでは何度もお話ししているんですが、見返りにお越しくださるお客様は皆様本当にいい方ばかりで感謝しています。おかげさまでですね、見返りも現在は平穏に経営を続けることができてるんですけども、特にですね、オープン当時はちょっと困ったなーってお客様をご来店されたことがあります。今回ですね、そんなちょっと困ったお客様ですとか、参考とさせていただいた記事をもとにですね、こんなボードゲームをする人がいるんだなっていう方をですね、4人ご紹介させていただきます。なおですね、今回参考とさせていただいた記事がこちらですね。いつもお世話になっておりますテーブルゲームズインザワールド様のツイートですね。こちらに紹介されている記事にですね、旧タイプの困ったボードゲーマーという記事があります。この中からですね、これは実際に私も体験したなですとか、こういう人はいるかもなっていうのをですね、4人ほどご紹介させていただきます。またですね、過去このボードゲーム都市伝説の中には不思議なボードゲーマーというですね、ちょっと似たようなテーマでですね、お送りした過去もありますので、よろしければですね、そちらの動画もご視聴していただければと思います。さてまず1つ目ですね、これは三河湯オープン当時に実際にこういう人がいらっしゃいました。ですのでこれは実体験をもとにお話しできるかなと思います。1人目の困ったボードゲーマーは関心がない人。ここ三河湯はボードゲームのカフェ&バーというふうに歌っていますので、ボードゲームが好きな方ですとか、ボードゲームに興味があるよっていう方がご来店されます。ですけど中にはボードゲームに全然興味ないんだけれども付き添いできたんだよねっていう方もいらっしゃいます。そんな方にもですね、少しでもボードゲームに興味を持っていただきたいな、好きになってほしいなっていうことですね。私もいろいろとご紹介したりするんですけれども、届かなかったなっていう方も過去にはいらっしゃいました。そんな中でですね、とあるお客様はですね、こんな感じでした。それではですね、こちらのゲーム非常に手軽でやりやすいゲームだと思いますので、こちらをちょっと皆さんでやってみましょうか。まずこのゲームはですね、こうやったら勝ちますよっていうゲームです。それではですね、細かいところ手順を追って説明させていただきます。以上がですね、ルール説明になりますので、最初私つきますので、そしたら皆様一度やってみましょう。最初聞いてなかったんだけどさ、これ何が面白いのっていう感じだったんですね。そのお客様に興味を持たせられなかった私にも非があると言われたらそこまでなんですけれども、もうこんな感じでね、頬杖つきながらルール説明を聞いていたっていう方は、今のところこの方しか会ったことないです。ですけど何よりもショックだったのは、その方が帰り際に言った言葉だったんですね。ボードゲーム全くやったことないっていう人だったので、簡単で、王道なゲームっていうのをご紹介したつもりだったんですけども、その方が帰り際に言った言葉が、こんなこと楽しむ人ってわけわかんないよね。さて続いて2人目ですね。これは記事の中にも紹介されていましたし、これ実際に私も経験したことがありますので、これも実体験をもとにご紹介できるかなと思います。2人目の困ったボードゲーマーは恨みを持つ人。なんだかホラーサスペンス的なタイトルになってしまいましたけれども、ゲームっていうのは勝負事ですので、どうしても勝ち負けっていうのはついてしまいますよね。それでゲームが終わった後に楽しかったねって勝っても負けても言えるんだったら何ら問題ないんですけれども、中にはですね、熱中しすぎてちょっと相手に対して怒りだとか恨みを持ってしまうっていう方も過去にはいらっしゃいました。これも過去2回で1回だけあったんですけども、2人でご来店されたお客様がいて、2人とも男性だったんですけれども、それで2人用のボードゲームをおすすめして、それでやっていただいたんですけど、片方の人がですね、一方的に負けてしまって、そしてもう何回も勝ってるもう片方の人が、相手の方に対して煽るような発言をずっと繰り返してたんですよね。当然その方は悪気はなかったとは思うんですけれども、それで負け続けていた方がそれに怒ってしまって険悪な雰囲気になってしまったっていうことはありました。その時はね、私もなだめたりですとか、何か他のボードゲームやってみませんかみたいな感じですね、言ったりもしたんですけども、
も、その負け続けた方の怒りだとか恨みっていうのがね、なかなか収まらなかったっていうのを記憶しています。そのお客様はね、今はもう来ていませんので、その後2人がどうなったかっていうのは私にもわからないですけども、今もね仲良くいてほしいなとは思っています。私はいつもボードゲームで決着がついた時にはお客様に言っていることがあります。どんな勝負結果であろうともゲームが終わればノーサイドです。続いて3人目ですね。こういった方は最近見会には来なくなりましたけど、もしかしたらこんな方が来たよっていうボードゲームカフェも存在するのではないでしょうか。3人目の困ったボードゲーマーは酔っ払い。これはですね、記事の方見てみますと、笑う人もいるかもしれないけど、何度も公共のゲームエリアで酔っ払ったプレイヤーに出会ってきたんだ。社交的なゲームであれば愉快なものになり得るけど、戦略的なゲームではゲーム体験が不安定なものとなり、人間関係的な面においても不愉快な思いをする。プレイヤーが酔っ払ってる人を安心して受け入れる唯一の場所はポーカーのテーブルだ。そこでは他のプレイヤーは酔っ払いが全財産を失うまで付き合ってほしいと望んでいるからね。それに警備員に引きずり出されないようにするために、ろれつの回っていない酔っ払いがシラフであると強く主張するプレイヤーを見たことがあるっていうことがですね、冒頭に書いてあります。簡単なゲーム、いわゆる軽量級みたいなパーティーゲームとかでしたら、酔っ払いながらやると面白いなんていうのもあるかもしれません。ですけど戦略性が求められるような中量級重量級になると、とてもじゃないですけどお酒が入ると頭が回らないなんてこともあるんじゃないでしょうか。ちなみにですけど三河屋の場合は、あまりにもですねちょっと酔っ払っているなっていうお客様に関しては入店をお断りすることがあります。三河屋にご来店されたお客様が気持ちよくボードゲームで遊んでいただきたいなっていう思いもありますので、こちらの判断でですね、あまりにもこの方は酔いがひどいなと思った場合には入店をお断りさせていただきます。私普段お酒全く飲まないので、お酒が好きな方の気持ちって正直よくわからないんですけれども、何かワイワイやるときにはお互い楽しいお酒の席にしていきましょう。さて最後4人目ですね。これは以前の動画の中でもちらっとお話はしたんですけれども、事細かにはですね言っていなかったので、今回の動画でですねご紹介したいと思います。4人目の困ったボードゲーマーはクレーマー。これまでもですね、未開のお客様にはもっとこうしたらいいよみたいな感じでですね、良心的なアドバイスをいただくっていうこともあります。その都度ですね、未開は変化を続けてきたわけなんですけども、過去にはですね、これどういう風に対応したらいいんだろうってですね、困ってしまったお客様っていうのもいらっしゃいます。数はですね、本当数えるほどしか過去いないんですけれども、その中でですね、過去にですね、ちょっと印象が強かった女性の方がいらっしゃいましたので、その方をですね、今回ちょっとご紹介したいと思います。その方が言ってきたのはこんな感じでした。ボードゲームなんてやったって何も意味ないでしょ。よくこんな意味もない店作ったね。ちゃんと真面目なお店を作りなさい。地元の治安を悪くしたいのあなたは。っていうような感じでした。ボードゲーム意味ないって言われるのもちょっと心外ではありますし、真面目なお店をやりなさいって言われても、じゃあどういったお店が真面目なんだろうって考えてしまいますよね。こんなことをね過去言ってきた方いましたけれども、その方もね今どうなってるかなんてさっぱりわからないですけれども、その方今どこで何してるんでしょうかね。こんなことを言うとちょっと個性の強いね方がいたもんだなっていうので終わってしまいますので、最後にですね、私がオープン当時にこれ言われて嬉しかったなっていう言葉で締めたいなと思います。私が3日をやってですね、何名かのお客様に共通して言われて嬉しかったことがあります。その言葉とは、ボードゲームのお店を作ってくれてありがとうございます。以上がですね、今回のボードゲーム都市伝説困ったボードゲーマー4選でした。それでは締めのご挨拶に入らさせていただきます。さていかがだったでしょうか。今回ご紹介した方はいずれももう今はご来店されていなくて、消息もどうなってるかわからないっていう方ばかりです。ボードゲームってそれだけまだまだ認知度がないのか、それとも私の対応が至らなかったのか、それはね何とも言えないとこです。もうその方しかわからないですけれども、私たびたび言ってますけど、ボードゲームのお店は賭博場だですとか、なんか悪いことしてるお店なんだみたいな感じでね言ってきた方もいますけど、それだけボードゲームってまだまだ知られてないんだなっていうのをですね、実際にこうやって見返やって痛感する部分もあります。ボードゲームというのは年代も性別も関係なく同じテーブルで遊ぶことができて、そして遊んだ後っていうのは一緒にゲームをした人同士で仲良くなりやすいなんてメリットもあります。私以前もお話ししたことがありますけれども、知らない世界のことは批判するなっていう風に言っています。私もですね、知らない世界のことがあったらまずはどんな世界か興味を持ってみるっていうのを心がけています。見返ですね、お客様により良いサービスを
を提供できるように日々改善しているところであります。見返が続いていく限り終わりはないんだと思いますけれども、見返にご来店されたお客様がですね、満足していただけるようにこれからもやっていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではですね、チャンネル登録と高評価、コメント、SNS などでフォローしていただけると大変ありがたいです。そしてまた次の動画よろしくお願いいたします。のんたボードゲームチャンネルでした。のんたボードゲームチャンネル。このチャンネルはボードゲームのカフェ&バー三河屋の協力でお送りいたしました。チャンネル登録、高評価、SNS などもよろしくお願いいたします。